こんばんは。今日もね、ライブ配信していきたいと思います。めちゃくちゃまた暑いです。部屋の中をね、いつも26度設定にしたりしてるんですけど、こんなんじゃもう全然効かない状態になってますね。26度じゃ全く効かないんで、25度にしょうがないから下げるんですけど、25度に下げると今度寒いんですよね。微妙な状態で毎日続いてます。いやー、本当に暑くて、これ雨いつになったら降るんだろうっていう状態ですね。雨降ってくれないとかなり困ります。と出てるよね、確認した。なるさん、こんばんは。いつもありがとうございます。スープパスタを食べたんですけど、なんかそれがちょっとおかしい。お腹が冷えたのかな、お腹だけ冷えたのかな、そんなことってあるのかな。お腹がギュッてする。トマトの冷製パスタ、あまりにも暑いからもう熱いもの食べれないと思って冷製パスタにしたんですよね。なんかお腹がギュッて言ってます今。あんまり調子が良くない状態に陥ってます。あ、野原さん、いつもありがとうございます。こんばんは。なんかね、本当にね、暑さで参っちゃう。これは嫌な汗だらだらにかいちゃうから、昼間なんかね、窓開けているんだけど、風も今日はなかったから全く風がないんだよな。風がないから結構辛い状態になりますね。外で海なんか行くとみんな結構すっきりした顔して歩いてるんだけど、私だけなんか汗だらだらして、ローカルの大きいお兄ちゃんたちはすっきりした顔して歩いてんだよね、海とかで。私だけ汗だらだらってどういうことなんだろうっていう感じで、昔は汗かかない人だったんですけどね、最近はもうめちゃくちゃ汗かくようになっちゃって、新陳代謝がいきなり良くなったのっていう、どういうことなのって感じがしますけどね。もうね、夕日がね最近綺麗じゃないんですよね。暑いくせに暑いくせに雨も降らないくせに夕日も綺麗じゃないっていう状況に陥ってて、もうちょっとね夕日が綺麗になればいいんですけどね。ちょっと待ってくださいね。少々お待ちを。少々お待ちください。
すいません、お待たせしました。いや、お腹痛い、本当に。いや、もう本当にお腹痛いな。エビかな。エビを食べたんですけどね。生焼けだったかな。ちょっと微妙。結構焼いたつもりだったんですけど、どうなのかな。冷たいスープがダメだったのかな。本当にお腹痛い。お腹痛くてもトイレ行っても何も出るわけじゃないし、お腹痛いだけで。こういうの一番微妙ですよね。キューってこう締め付けられるような痛さが来るんですよ。なるさんごめんなさい。いつも綺麗なところで羨ましいから、ね、海やなんかは綺麗なんですけどね、いろんなものが汚いところが多くて困ってます。もう部屋なんか片付け全然してないから、いつかやらなきゃいけない、いつかやろうと思ってるんだけど、なかなかその一歩が出てこない。やろうとするとなんかやらなきゃやらなきゃいけないことが出てきちゃって、ついにいけないんですよね、なかなか。本当にまず片付かない。もう少しね片付けられるといいんですけどね。お腹温めればいいのかな、これ。温める。タオルをお腹にかけとこうかな、とりあえず。冷えすぎたんだろうな、きっと。冷たいのを一気に食べちゃったから。入ったな。そういえばドル円さっき上がってましたね。今はどうだかわかんないけど、大きなレンジを組み始めたのかなっていうふうには見えたんですけど、こればっかりはね、為替はわかんないですよね。為替はわかんないっていうのと、まあ、トランプさんトランプさんのトランプさん時代っていうのはね、結構バンバントランプさんの言うことで動いちゃうっていうのがあれだけど、最近トランプ法も聞かないみたいなあれもあるから、勝手に、ね、誰が結局動かしてんだろうっていう感じはするんですけどね。まあ、トランプさんの政策はドルが安い方がいいっていう状態でいるんで、でも昨日ここ2、3日ぐらいで3円ぐらい上がってるんですもんね。2、3円ビュンビュン動いてるんですもんね。怖い。昔ドル円って1日に20セントぐらい動くのが違うのかな。あれ終値だからそういう状態なのかな。なんか50セントぐらい動いたらすごい動いたっていうような状態に見えてたんだけど、ね、こんなになんか上下する激しい動きする通貨なんてちょっとびっくりですよね。まあ、日本円が売られちゃったり、なんか買われて、この間は買われてたのかな。もう言ってることが意味わかんなくなってきた。とにかく上下運動が激しいですね。こっからだから
今までの大きなレンジのところで言うと、ここまた下攻めに行くところですけどね。昨日ガンガンめちゃくちゃ勢いよく上がってたみたいなんで、このまま45円30ぐらいを超えちゃったらもう上行っちゃいそうな気がしますよね。あ、これビデオが違う。ビデオが違ったこれ。どれだろう今日入れたの。あ、まだ入れてなかったのかな。これいじっても大丈夫かしら。ちょっといじっちゃおうかな。今日のちょっと切れちゃったらごめんなさい。もう一回つなぎますけど、今日のビデオを OBS に入れとくのを忘れました。ビデオじゃない。ちょっとお待ちくださいね。それではね。これで入った。よし。これを YouTube を開いて、これを開いて、よし、切れてないね。よかった。切れるかと思った。ちょっとね、まだまだ慣れていないので、明日からね、なんだっけ、アメリカンメモリアルパークでテイスト・オブ・マリアナがやりますね。テイスト・オブ・マリアナで、噂によると金八さんと和食がもう一個どっか出るって言って、金八さんは出るっていう話を聞きましたね。日本食がテイスト・オブ・マリアナでも食べられる。ダメ。どうしたね。あともう一件どっか聞いたんだよな。テイスト・オブ・マリアナで金八さんとどこどこが出るって言ってたよって聞いたけど、もう一件忘れました。あ、そうなんだって。この間のね、フレームツリーでは金八さん出てなかったからちょっと残念だななんてもう、ね、日本食っていうものが一つも出てなかったから。でなおかつローカルのお店がなかった。ローカルフードって言えばいいのかな、バーベキューとかね、そういうものしか、あとはフィリピン料理しかなかったんで、今回はでもテイスト・オブ・マリアナでハイアットがないから、ハイアットが出てくんないからね、ちょっと寂しいですね。ハイアット毎回何出すのかなって結構気になるとこなんですけど、金八さんは出るって聞いたから、今日ちょっと見てみたけど、ちょっと小さめな規模、フレームツリーよりちょっと小さい感じの規模なんだけど、あのくらいでいいのかなって。観光客の人もいないしね、ローカルの人しかいないから。今日もね、今からビデオ出しますけど、今日の動画ガラパン今日撮ったやつね。ちょっとね、昨日ね、ちょっとガラパンを撮ってきたやつがあったんですけど、そのビデオが間違えて削除しちゃったのかな。だから今日もちょっと慌ててガラパンをちょっと撮ってみましたね。ガラパンガラパンだね。今日も撮ってみましたけど、海に人が
あんだけいないゴールデンウィークっていうのもちょっとね、寂しすぎるかなっていうのと、韓国の韓国の人かな、中国の人かな、2組ぐらいあったかな、今日は。すれ違った。と、ホテルのとこにいたのも、プールサイドにいた人もグアムから来たって言ってましたね。グアムからお休みできたのか仕事できたのかは分かんないですけど、こんな感じで人がね、どうしちゃったのっていうぐらいいないですね。なんか昨日もちょっと話したけど、知らなかったんだけど、免許証の手数料って50ドルかかるんですよ。その中の 10% が PUC って言って電気料金会社に払われてて、その 10% の電気料金会社に払われてるものは何に使われるのかっていうと、外の街灯とかそういうものに使われてるらしいんですよ。直したり修復したり、それをしないから今度警察の方に渡してくれ、この 10% っていう話になったらしくて、警察だって何もやんないのに、あれまた切れちゃうこれ。あこれどれがついてんの、もう一体わかんない。あ、かな、こっちかな、どれがついてるんだか映像がわかんない。なんかこの 10% 新聞に載ってたぐらいだったから、読み出しでみんなに還元しますよぐらいのこと言うのかと思ったら、警察に渡すから警察で電気やなんか街灯やなんかを直しますよって話だったから、なんだと思ったんだけど、まあね、でもね、10% でも安くなるんならいいことなんだけど、で ID をなんかなんアメリカで通用する ID にしなきゃいけないって言って、自分の ID がどうなのかよくわかんない。星がついてるやつはアメリカでもアメリカに通用する ID、 裁判所とかなんか公的なんて言えばいいのかな、公的なところに、裁判所とかなんか警察とかの建物に入るときはそういう ID を見せなきゃいけないらしくて、そのアメリカで通用する ID にしなければダメですよみたいなことが書いてあって、それをもう今月から始めるっていうんで、免許証変えてくださいねみたいな話だよね。だから50ドルを払ってくださいみたいな話だと思うんだけど、ちょっとめんどくさいなっていうのと、そんな余計なお金使いたくないなっていうのと、あとね、パスポートを持ってれば、旅行者の方は関係ないんだけど、パスポートを持ってれば裁判に住んでいる人は、自分たちの国のパスポートを持ってる人はそれで OK って書いてあったんだけどね、パスポートをね、前はねずっとバッグの中に入れてたんですよ、私。こう一緒に。この間の強盗で全部盗まれちゃったから、もう ID がないっていうのは、ID が一つもないっていうのはね、結構ね苦しいことで、
どこに行っても銀行を立て直すにしても何にしても ID が必要で、一つも ID がないと何からも作れない。今回は日本領事館の人がつけてくれて、免許証が作れたから、免許証からグリーンカード申請し直したりなんかができたんですけど、もう ID ないとどうにもならない。本当に何にもできない状態になって、びっくりしますよね。こんなに大変なんだって。ID も何も本当に何もなくなったからね。証明するものは何もない。 SS も持っていかれちゃったし、全部持っていかれちゃった。だから別々に置いといた方がいいのかなとか、当初なんかいろんな手続きをしなきゃならなくて、全部 ID を持って歩ってた状態だったんですけどね。お腹痛い。なんでこんなお腹痛いの。本当にスープパスタだな、きっと。ちょっと辛い。ナフさん大丈夫？ありがとうございます。なんとか大丈夫です。ギューってたまに来るんですよ。ギューって来られちゃって、ちょっと待ってね、痛い。お待たせしました。うねさん、こんばんは。大丈夫です。とりあえず。なんかね、スープパスタでお腹が冷えちゃったみたいです。ギューってたまにきます。ギューっと。ちょっと、このギューが結構痛い感じ。スープパスタと、あれかな、エビかな、エビを半生でもしかしたら食べちゃったかもしれないという状態ですね。終わった。ちょうどね。何にしよう。暑いけど、スーパーレモンなんだっけ。レモン入れんの忘れた今日。そういえば今思い出した。パスタにレモンを入れるの忘れましたね。今日は冷製パスタ、スーパーレモンじゃなくてトマトの冷製パスタを食べたら、お腹がギュッて、たまにギュッて痛くなるんですよ。うって息がって声がこう出ない感じに、お腹が冷えすぎちゃったのかわかんない。今日うねさんが知ってる人が出るかもしれないな、映像にちょろっと。私は初めて会った人だったけど、ギュッです。本当にギュッ、本当にギュッ。ギュッでスーパーレモンなんだ。なるほど。ギュッてするんですよ。ギュッギュッなるさんもギュッ、そう、ギュッてしちゃうんですよ、お腹が。なんかね、声が止まっちゃう感じ。いやちょっとこれ参っちゃったね、お腹。冷たいのを一気に食べたせいだと思うんですよね。
てる人かもしれないですね。この後動画にちらりと出てくる。ちらりだけ。名前聞いたけど忘れちゃった。自分で多分あれ音声そこ入れてあると思うんですよね。音声入れてあるはず。忘れてないよな。これ音声出てます？音声。音声。音声出てんの？動画の音声は消したはずなんですけど、そこの一箇所だけ名前忘れちゃうからと思って名前を言ったところは動画の音声入れてあるはずなんですけど、で私は顔撮ったつもりだったんだけど、なんかねいまいち顔が映ってないかもしれないっていう。ギュってきた。またお腹痛い。ちょっと待ってね。ちょっとお待ちください。お腹痛い。飛び絵です。そうそう、飛び絵。パタパタしてましたね、パタパタね。飛び絵が。ちょっと待ってください。私の。よしよし、大丈夫。戻りました。今日もね、ちょっとフラッとガラパン出ましたけど、2組ぐらいしか本当合わなかったと思うんだよな。映像は撮ってるんで、知ってる人って飛び絵の飛びたくん違う。飛び絵の飛びたくんじゃない。飛び絵の飛びたくんではないですね。お姉さんは多分知ってる人だと思われる。私は観光客に間違えられましたけど、日本人あれ違うって言って、日本人だけど観光いつ来たのって言うから、いつじゃなくてここ住んでるよって言ったんだけど、住んでるって言ったんだけど通じなかったみたいで、いろいろ売られそうになりました。ハム？違う。ハムってこの間の人ですよね。ハムは前回出た人ですよね。この人じゃないです。この人じゃなくて、これね、裏の山の通りなんだけど、ちょっと山しか映ってないね。草しか映ってないね。で、こんなだったっけ？早めたいね、ここね。早めれるのかな。早めれた。植物園を撮りたくて、こっち側でずっと回してたんですけど、植物園のところ
らしきものが全く出てこなくて、こちら裏側の山の中の方の通りなんですけど、植物園出てこないね。だったのこれ。なんか冷えちゃったんだな、きっとな。ちょっと待ってね。声が止まっちゃう、本当に。お腹痛くて。悪いぞ。なんて道きれいになったね。道きれいになりましたね、向こう側ね。もう今島全体の道が結構きれいになりつつある。これ脇道が結構山にまた登っていく感じでスッとあるんだけど、そういうとこ入ったことないんだけど、そのうちに入っちゃうのかなと思って、それと昨日とか一昨日だっけ、一昨日の車泥棒の事件もあるし、なんか怖いから入っていかなかったんだけど、ちょっと入っていきたいなっていう感じの道があるんだけどね、いっぱい。草しか映ってないな。なんかこれこんなだったっけ、あれ草しか映ってない。ガラパンの方も道が結構綺麗になったし、今あの辺やってますね。ガラパンとススペの間ぐらいの道路工事。たまにさん、たまに変なとこ曲がると人の家だったりするよね。そうなんですよ、人の家の玄関にたどり着いちゃうからね。ちょっと高層を曲がって入っていくっていうのもなんだけど、どっかで向こう側の海とかにビーチとかに出る道があるんだけど、最近 Google も信用ならぬから Google で全然たどり着けないから、 Google マップで途中で Google マップ電波が届きませんなんて言われちゃうから、ちょっと怖いからどうも入っていかなかったんですけど、どっかには出るんでしょうけどね。人の家だったりする時が困っちゃうよね。これがどこだ、空港のここ出てきたと。お腹痛い、本気でお腹痛いわ。なんなのこれ。冷たいものはお腹に良くないですね。暑いからと思ってね、食欲もそんなにガーッと出ないから、姉さん間違えて入っていったらバーベキューしてて、なぜかバーベキューに参加してたそういうね、あれならいいですけど、でも気をつけてくださいね、ほんとそういうのも。私の知り合いなんかもうローカルの人とずっと何年も仲良く一緒にバーベキューをする仲間だったんですよ。それなのにその日は突然っていうか、車貸してって
言って車を貸したんですよ。鍵ごとね、もちろん鍵がなきゃあれだから、鍵で渡したら、うん、家の鍵、その時にタバコ買いに行くから車貸してって言われて、バーベキューやってるさなかにね、そんでその時にどうなったって言ったんだっけな、鍵を貸して、家の鍵だけ取るわって言ったら、いきなり車の中に押し込まれて、タグマンの山奥に埋められそうになって、もう顔も潰れちゃって、半殺しになっちゃって、で近所のところに自力で脱出して、埋められちゃったけど自力で脱出して、近所の人に助けを求めて病院に行ったんですよ。でそのまま緊急帰国、日本に帰ったんですけど、かろうじて命はあったけど大変な状態、もうね6年ぐらいお友達だったんですよね。で家のものは全部盗まれちゃってっていうことがありましたよ。もうほぼほぼ半殺し。今は出れるようになったのかな、顔の骨とかも折れちゃっててひどかった。皆さん茶室酔うと本当にバカになるからねって。そうかもしれないですね。いい人はいい人なんだけどね、飲んでて最後まで楽しい人は楽しい人でいるんだけどね、人によるんだろうけど、急にだから5、6年ずっと友達だったのにそういうことになっちゃって、いきなりでしたね。びっくり。この事件はもうね、もう18年ぐらい経つかな、20年ぐらい経つかもしれないですね。そのくらい前の話。ビーチロードに出てきたところ、今この辺を工事してますよね。元トヨタのとこね。自分の周りは良い人ばっかりだったかな。だから6年経ってそういうことをやられちゃうと分かんないですよね。どこでスイッチが入るのか全く意味がわからないかな。何回かしか会ったことないっていう人ならわかるけど、毎週のようにバーベキューをやる仲間だったから、よくわからない。私の感覚では理解ができないって感じかな。いや本当に暑いんですよこれ。めちゃくちゃ暑いの。日陰に入っても今日はね、日陰の威力が全然されなかったね。普段は結構日陰に入るとさっと涼しいんだけど、風もなかったからかな、もうムワムワしたままずっと暑いって感じ。日本人でもね、最近わかんないじゃないですか。後ろからあいつがなんとなく嫌だったから殴ってみたとか事件になってるじゃないですか。本当によくわからない時代になってるっていうの、ああいうのも怖いですよね。サイパンだけではないんだと思うんだけど、途中でちょっとこのビルいつも気になってたからちょっと見てみたんですけど、何なんだろうなと思って、
コーヒーショップかなんかがあんのかなと思ったらネイルサロンでしたね。でビルをよく見たらネイルって書いてありましたね。なんか水色のオーシャンネイルスパって書いてあったから、なんか、あ、深夜さんこんばんは。いつもありがとうございます。なんか映像早いな。早い早い早い。あれ早送りしたっけな。間違えたのかな私。映像が早い、動画が早い。なんか車が速くて映像が早いなこれ、スローにかけようとしたところ早くかけちゃったかもしれない。もしかしたらこれは今日のサイパンですね。お腹痛い。ちょっと待ってくださいね。お腹痛いわ。あー、痛い痛い痛い。声がちょっと詰まるお腹の痛さですねこれ。冷えたんだな、お腹だけ。今日の特ダネはギュッてお姉さんギュッ。今日の特ダネは特ダネってほど特ダネじゃないですけど、この後動画に出てきますね。特ダネってほど特ダネじゃないですけど、まあこの状態を見れるのは今だけなのかなとか思うし、思いたいっていう感じかな。思いたいがね、あれかもしれない。工事が多くてこの辺今お腹がギュッてします。本当にギュッギュッギュッてしちゃうから辛いんですよね。なんかね、冷製パスタ良くないわ。スープだな、スープ。トマトスープがちょっとガツッときちゃったんだな、きっと。冷たいトマトスープがお腹に。なんか映像がめちゃくちゃ早いような気がするな。あれこれなんか違うもんやってる私。違うもんじゃないよね、今日のだよね。あ、今日のですね、今日のですね。今日のだ。あ、なんかギュッ。なるさんギュッてすいません。ありがとうございます。デューティフリーがついにクローズしましたね。この真っ昼間にこんなシャッターが閉まってる絵はもうなんか悲しいですね。もうあっちもこっちもシャッター、レンタル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 って。昨日深夜さんが言ってたカジノの件、もしかしたら本当深夜さんの言ってた
そうなのかなとも思い始めましたね、本当に。じゃなければもう借り出してこういろんなとこが入っててもおかしくないなって。ましてやデューティーフリーが閉めるなんてことまずないだろうなって、なんかそういうふうに思いましたね。深夜さんが正解かもしれないです。そしたらシャッター通りです。シャッター通り。遅くなった。遅くなった。このぐらいのあれなんだけどね、普段は。さっきのは早すぎ。ちょっとあんな早くしてた覚えがなかったんでびっくりしちゃったんですけど、山の中全部早かったもんね。ちょっとお待ちください。ツーリストいた。ママストアは根強いな。ね、根強いですよね、ママストアね。本当の老舗ですよね。ママストアってなんか商品とか変わってる気がしないんだけど、ずーっとやってますもんね。もちもちっていうのかな。今のガラパンの夜は真っ暗ですよ。怖い怖い。ほんと深夜さん本当に暗いよ。この間いつだったっけ。えっ、と日曜日か。あの時ちょっと通ったけど真っ暗だったから取りようがないよね。サンオイルはママストアで買います。ああ、そうなんだ。サンオイルね。全部開いてんだもんね。やっぱ人が入ってないと傷んでいくよね、やっぱりね。なるさん、家賃はどのくらいですか？今この辺の家賃はね、全然見当つかないんですよね。昔は本当に高くて、1990年代は、90年代後半とかは、今出てくるけど、このマイクロネシアって言って、この隣のビル、出てこない。この隣、ここの隣のビルで昔は1階で$9000って言われましたね、昔。90年99年後半、デューティーフリーのあたりでも、近い、もう小さいスペースで本当にね、10畳もっとあったかな、10畳15畳ぐらいのスペースで$5000ぐらいは楽に行ってましたね。今どのくらい言うのかな、$300ぐらいならまだしもって感じだよね。隣が入ってないビルは、隣に人がいないビルは無理だよね、怖くて。
ちが隣も入ってないビルで借りてた時にもう上天井からも穴開けて泥棒入ってくるからね、本当にびっくりしちゃう。ね、窓という窓全部割られて泥棒入ってくるんで、なるさん 2LDK っていう意味かな。 2LD ってどのくらい？ 2LDK で本当に物によるんですよ。物によるし、500ドル前後ぐらいからちょっとちゃんと住めるとこだと1500ドルぐらいいるし、物によるんですよね、本当に。本当に部屋によるかな。アナックスってちょっといいようなところで今いくらっつったかな、800って言ったかな、600って言った、そのくらいですね。でね、クラウンホテル、今日ツーリストがちらっと言って、ツーリストだか、ツーリストだと思うんですけど、ちらっと右の方に行きましたね。この人、お姉さん知り合いじゃない？そこでずっと立ってる。もう私なんか汗ダクダクよ、この辺歩ってる時。日本でさくらに、いや突撃じゃないんだけど、住んでる。ここに立ってて日本人って聞いてくるんだよね。住んでるよって言ったんだけど、多分ホテルの敷地内に入っちゃダメっていう契約かなんかありそうですよね。あそこずっと立ってるんだもん。中には入っていかないから、中には入ってきてないから、移していいって言ったら移していいって言うか僕の前3時さん。ら、3時だ3時だってそう3時っていう人だ。そう映していいよって言われて映したつもりだったんだけど、顔までちゃんと映ってなかったね。なんかいろんなもの、ここ住んでるって言ってんのに、なんかいろんなもの紹介してくれましたね。マリンショップ、ビーチに出てるマリンショップはここしか会ってないから、桜マリンしか。韓国のショップ客引きしてんのはだからさくらさんぐらいなんで、あとはだから韓国のショップはみんな船着き場とかにいるから、韓国からも申し込んできてやるっていう状態で、ここですぐなんか今思いついたからやりたいなっていう時にやれるのはだから桜マリンさんくらいしかないんじゃないかなって思いますね。サンジさんだ。やっぱお知り合いなんだ、姉さん。
れね、伝統的なカヤック、これなんか海に出てくれるんで、多分バニャガハンも連れてってって言えば連れてってくれるんじゃないかなって感じですよね。ボスがいましたね、ボスが。今この前回載せてもらった動画を作ってるんですけど、どうしても足りない部分があって、大した動画じゃないんです。これ手作りの船らしいですからね。バナナボート、最近バナナボートも全然見てなかったから、ちょっとバナナボートできるところ自体が今ないですよね。ここぐらいしか多分。ビーチボーイの小屋って昔はいっぱいあったんだけど、バナナ新しくなってる。あ、そうなの。新しくなってんのこれ。そうなんだ。この船は政府の補助金で、補助金出てますね。5万ドルぐらい出てたんじゃないかな。5000ドルの違い、一桁違うかな。5000ドルか5万ドル。5っていう数字は合ってると思うんだけど、ゼロがいくつだったか分かんない。5万ドルってことないかな。5000ドルかな。そう、政府の補助金出てますね。この間のニュースに載ってましたね。やっぱね、伝統的って言ってなんか言うけど、このチャモロとカロリニアンをって言ってたんだけど、この間もなんだっけ、フェスティバルの時に。でもこれ操縦してる方々、中国の人たちなんだよね。すごい筋肉で、3人とも中国の人だったね。3人そう、3人とも中国の人だった。操縦してる人たちで、プールサイドにいた人グアムからって言ってたんだけど、本当にいないわ。ゴールデンウィークちょっと明日のなんだっけ、アメリカンメモリアルパークのテイスト・オブ・マリアもローカルだらけになるんじゃないかなと思いますね。こんなに人がいないということは、もしかしたら今日ついてるか。今日何曜日？今日着くの？なんか週3便しか飛んでないんだもんね。今日着く人がもしかしたらいっぱいいるかもしれない。でもゴールデンウィークだから臨時便も飛んでるかな。臨時便もあるのかな。ないか。こんだけだけ人がいないと臨時便もないか。自分が行ってた時よりにぎわってる。嘘うねさん、それはないでしょ。うねさん、そんなそれはないでしょ。
人いないんじゃないですか。本当に。なるさん、綺麗なホテル、いつもうねさん泊まってるとこですよ、これ。なるさん。うねさん、ここいつも泊まってるんですよ。ここお高いホテルなんですよ。早食いライブ中継して、どうかな。お姉さん、明日ら早食いなんだ。お姉さん、ビーチにサンジとサムと自分しかいなかった。うわー、そうなんだ。じゃあ、基本、基本ツーリスト、うねさんだけだから貸し切りだったっていうことだね。これ、明日の舞台ですね。アメリカンメモリアルパークの設置を今日してましたね。ずっとなんかね、規模がなんかちっちゃい気がしたんだけど、気のせいかな。でもあそこのなんだっけ、この間のフィッシングベースよりちっちゃいですよね。そんなことない。そんなことあると思うんだけど。深夜さんが来たらさっきの映像の植物園が発見できたかもしれないのに、後でもう一回回るから深夜さんに植物園を発見してもらおう。深夜さん、植物園発見してください、後で。メモリアルパークのメモリアルパークのそうそう舞台。映像絡んじゃってるなこれ。映像が1個飛んで入っちゃったな。間違えちゃったな。メモリアルパークの舞台場ですね。舞台。ちょっとね、スペースがこの間よりはちっちゃいかなって思ったんですよね。だからにぎわったようにはローカルの人がいっぱい来れば見れると思うんですけど、見えると思うんですけど、なんかこの間もフードがこう高かったから、皆さん、増渕さん出るのかな。それ誰？増渕さん誰？増渕さんがわからない。この間みたいに結構高い値段で出てくるのかなってああやって結構高いとやっぱひまわりのお寿司買った方がいいなとか思っちゃうんですよね。こういい値段するから。前はね、和食でも何でも34品あって5、6ドルっていう感じだったのがもう10ドル超えてるんで、大食いの人、お姉さん大食いの人、今日ガソリン入れたんですけど20ドル入れて
4ガロン入んないの。ちょっとびっくりなんですけど、3ガロン、3.9 ガロンが入んなかったですね。こんな感じで、ちょっと初めの方に戻って植物園が見れればいいんだけどな。植物園がどこだか全くわからない。サイパンのダンスショーで一番好きだった曲が実はタヒチのタヒチえタヒチという曲だった。そんな曲があるんだ。曲の名前なんて考えたことなかった。今度聞いときます。タヒチ。はい。今度聞いときますね。本当にね。とりあえずね、観光客はいないということでした。今日は。何曜日？木曜日、金曜日。今日何曜日？金曜日じゃない、今日。金曜日は飛行機飛んでますよね、確かね。今日飛んでくるのか。昨日は飛んでないんだ、飛行機が。今日飛んできて、明日、もしかしたら、テイスト・オブ・マリアナにも、観光客が現れるっていう感じかな。もしかしたらね。わかんないけど。ということだよね。金曜日飛んでるよね、飛行機。飛んでるよね、金曜日。なんと、水金だっけ？月火金。違うな。月水金かな。飛行機飛んでるのが。金土日月。金土日月で3泊4日だもんね。そういえば楽天なくなってたんですけど、クラウンホテルの中に前あそこに楽天ありましたよね。で HIS さんもハヤトの今ハヤトじゃないですけど、あそこになかったんですけど、どこに行ったの？みんな違うとこにオフィスを移動したのかな。なんかみんなオフィスがあの辺にあったものがホテルの下にあったのになくなってるんですよね。どこ行っちゃったんだろう。気づかなかった。この間行った時もじゃなかったんだな。キッズルーム、クラウンホテルのキッズルームは気づいたんですよ。こんなものができたんだ、こんなとこにって思ってたんですけど、ここに楽天があったのに楽天がなくなったんだっていうことは思わなくて、キッズルームができたんだなんて思ってたんですよね。お土産屋さんの向かい側にみんななんかオフィスがなくなっちゃってる。ホテルとかだと高いから安めのところにお外に引っ越したのかな。なんかでっかいお土産クラウンホテルの1階に本当にでっかいスペースで韓国だよな、あれ。多分中国か韓国、多分韓国だと思うんですけど、韓国のツアーデスク、本当にでっかい。昔楽天があったオフィスの5倍ぐらいある感じの広さで、めちゃくちゃでっかいオフィスがあって、オフィスカウンターが5個ぐらいあって、
ね、グアムのツアーデスクを思わせるような、グアムの昔でっかいこうツアー会社がいっぱいボン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 って並んでて、そういうところを思わせるような、しかもめちゃくちゃ綺麗なオフィスが出来上がってた。コーリアンはまだまだ立ってないんだなっていう感じがしたんですよね。ちょっとお待ちください。お水飲みます。水飲んで。すいません。だから韓国パワーはまだまだやってないんだなって感じがちょっとしましたね。中国ももうすぐやっぱ6月で5月までで終わりだって言ってたんで、香港エアラインがダルヒルからコーヒーケアに引っかかるヘアピンカーブでドリフト走行できますか？できません。そんなことできない。できません。できません、できません。ヘアピンカーブね。ここの辺でね、追いかけ回されましたよ、昔。必死になって逃げましたね。これがクラウンホテルの中があんなになんか変わっちゃってるイメージがなかったんで、しょっちゅうね、最近クラウンホテル取りに行ってたのに全然気づかなかった。みんなどこ行っちゃったんだろう。帰ってはいないですよね、きっとね。楽天なんかまだなるさん、いやクラウンホテル綺麗。いやか。いやクラウンホテル綺麗ですよね。姉さん泊まってるとこです。姉さんがいつも泊まってるのがクラウンホテルみたいですよ。なるさん、クラウンホテルがいいな。クラウンホテルじゃないところなのかな、じゃあ。深夜さん、そういえば昨日寝落ちしました？もしかして。多分きっとそうだと思う。寝落ちしてたんじゃないかななんて。グッてくる。水飲んじゃダメなんだからこれ。水飲んだりするとまたこうぶり返す。お腹痛い。姉さんいいですよ、クラウン。綺麗だよね。入った時の一枚の絵みたいになるとこが深夜さんバレたってやっぱり寝落ちしてましたねじゃないかって話してたんですよね、うねさんね。なるさんもね。そうそ
昨日そういう話になってました。なるさん、はい。そうじゃないと思って、みんな返事しなくなってきたから、だんだん寝たってね。なるさん、バレた。みんな寝てるよねっていう話をしてたんですよ、昨日。深夜さん寝たなって。これね、裏側です。植物園はどこだ。多分ここじゃないかなって思うとこでスローをかけてあるんですけど、入り口がどんなんだったか忘れちゃって、ただこれだったっけって、書いてないんですよ、ボタニカルガーデンってどこにも。ここ寝落ち枠だよね。違うのって。うねさん、寝落ちですか。寝落ち枠ですか、ここ。もう寝落ち枠でもね、聞いてもらえるならありがたいことなんですけどね。深夜さん、光部をリスナー限定民泊、光亭をリスナー限定民泊にすれば掃除が大変でやだ。掃除できない。そこまでに持っていくことが大変。昔はね、岩城浩一さんとかひろみとかみんな泊まったりしてたんですよ。熊田曜子ちゃんとかもそうだし、いろんな人泊まってますね、うちね。みんな結構こういう方たちはほら、世間から見られなくて都合がいい場所だったんですよ。うち外から見えないから、全くこんな感じでしたね。昔はプールもねちゃんとあったし。まずみんなで掃除しに来ないとなんないですよ、そんなことをしたら。ちょっと待ってね。お待たせしました。深夜さん、今のところ、さっきのところボタニカルガーデン見てなかったかな。さっきのところが植物園かな、違うのかな。植物園だったらちょっと看板出てないから入ってっちゃいけないのかな、やっぱり。昔はなんか植物園って書いてあったよね、お外に。そういえば動物園はどうしたんだろう。ヒョウとかなんかいろんなのちょこちょこだけど、どうなってるんだろう。あんなヒョウとか野放しにしちゃったら大変なことになっちゃうよね。鶏とかあの辺はね、野放しでも何でもいいけど、幼稚園どうなっちゃったんだろう。ズーっていう看板を見ないよ、そういえば。
あるのかな。さっきのところが植物園なのかな。違うのかな。深夜さん見てなかったかな。して、これ巻き戻せる、見てた？見てない？見てなかったかな。まだ寝落ちする時間じゃないよね。落ちした？みんな寝てる？みんな寝てる？みんな返事なくなってきたけど、寝てません。飲み始めた？あ、ナルソンまた飲み始めましたね。わからなかった。巻き戻す。じゃあちょっとこれね、巻き戻しのラインが出てるんですよ。いつもこれね、巻き戻しのこれが出てる時と出てない時とあるんですけど、なんでかは分かんないです。巻き戻します。戻りすぎ？戻りすぎ？あ、この辺かな。この辺だと思われます。見ててくださいね。これが植物園かなっていうところをスローにしてるんで。あれ通り過ぎちゃったかな。この後かな。あれ通り過ぎた？れれれれ。通り過ぎたかな。あれ通り過ぎたっぽい。向こう側が見え始めたから通り過ぎたっぽいかな。あれれ、もう一回戻します。こっから見ないとダメかな。これかな。あれ、これ同じとこでのさっき赤い車通ったな。から見てください。すいません。何回も巻き戻しちゃった。もうちょっと進めたいな。もうちょっと進みすぎ？この辺だと思われない？ダメ？行き過ぎ？行き過ぎかな。行き過ぎかな。あ、行き過ぎっぽいな。待ってね。これどうしたらちょうどいいとこで止まってくれるんだろう。ごめんなさい、映像があっち行ったりこっち行ったり。この辺から我慢してみてください。って言ってるうちに寝落ちしそうだな、深夜さん。ちょうどいいとこでなんで止まってくんないのかな。あ、来た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 。
私より深夜さんの方が分かってる。すいません。ここじゃないかなっていうとこをちょっとスローにした。あれ、赤い車の後なんだ。じゃあ赤い車が通って、ここいいとこでよかったのね。こういう道行ってみたいですよね。どこに着くのか、どこにたどり着くのか。向こう側の海の方に出るのかな。今日はもう3回くらいチャットスルーされている。バグなのかキンクワードなのか。キンクワードっていうのは一切入れてないんで、バグ？キンクワードは何にも入れてない。あのコメントも変なコメントも消したし、何が嫌だっていうんだろう。何が問題なんだろう。 YouTube でなんかキンクワードなんてあるのかな。もうよっぽどのことじゃないと。だって結構なコメント、他のチャンネルでこうバーッと入ってるとこなんかは結構なコメント入ってるからね。何回もスルーされちゃった。ごめんなさい。この辺かな、この辺かな。深夜さん、ボタニカルガーデン、書いてない。看板が昔はこうなんか、ここじゃない。昔はこうなんかこう入り口みたいな感じにこう上が U の字みたいになってたりしたと思ったんだけど、ここぐらいしかそういう風に感じれるとこがないんだよね。ボタニカルガーデンの入り口じゃないかなって思えるとこが。で、自分的には全く覚えてない。1回か2回しか行ったこと、2回ぐらいしか行ったことない。撮影で行ったぐらいで、あと行ったことないんで、もうほぼ覚えてない。ほぼほぼ覚えてない。なんかお城みたいなお家があるところの手前っていう感覚があったんだけど、そのお城みたいなお家も見えなくなってる感じなんで、先で見えないのか、わかんないんだけど。あれ、ボタニカルガーデンでいいのかな。でもとっくにボタニカルガーデンが過ぎてた。専用の送迎バスありませんでした。そんなのは乗ったことないですよ。深夜さん、全く知らないです。専用のバスあったんですか、昔。知らないな。入り口がもう見つからない。ボタニカルガーデンの。小太郎さん、こんばんは。昨夜からの参加です。よろしくお願いします。よろしく、こちらこそよろしくお願いします。なるさん、よろしくお願いします。まだ酔っ払ってないな、なるさん。言葉が丁寧だ。太郎さんはもう10月ですよね、再刊ね。
今日のサイパンです。また太郎さん、今日のサイパン、今裏側ですね。で、さっきも映したんですけど、ガラパンが映ってます。よろしくお願いします。うねさん、よろしくお願いいたします。なんかうねさんまで言葉が丁寧になってる。言葉が丁寧になってる。うねさんまでおかしい。丁寧すぎる。変だぞ。何かが変だぞ。アイムグラッチュ。英語だけどひらがなで書いてくれるという優しさが。太郎さん、昨日ですよね。昨日ありがとうございます。本当に。寝落ち枠とか言われてますけど、みんななんか寝ちゃうらしいんですよ、うちの発信。最後には誰も返事しなくなっちゃう状態が多いんで。太郎さん、ボタニカルガーデンとても懐かしいです。ボタニカルガーデンの小太郎さん、じゃあ入り口を知ってるってことかな。入り口を。ボタニカルガーデンはどこだっていう状態なんですよ今。入り口がわからない状態で今日撮ってきたんですけど、さっきスロー再生したんですけど、そこじゃないかなっていうところがあったんですけど、昔こうゲートみたいになって入り口になってたと思うんですけどね。うねさん、だってサイパンのパイセンだよ。そうなんだ。パイセンなんだ。小太郎さんが。なるほど。パイセンなのね。この辺滝だらけになっちゃって、台風の時はね、もう一面何にもなくなったんですけど、海がガーって見える状態になってたけど、何年も経つとこんだけ茂っちゃうんですね。何も見えないじゃんみたいな状況になってますね。この辺にお城みたいな家があったんですけど、それも見えないんですよね。なくなったんかな。あれ潰れちゃうってありえないと思うんだけど、コンクリート作りだから。コンクリート作りみたいだったから。そうなのかね。あれボタニカルガーデンじゃないのか、植物園じゃないかな。違うのかな。太郎さん、以前に妻と子供たちが行きました。5年前にまた行った時はクローズガラガラガラパンでした。みんなガラガラガラパン。ホテル泊まりたい。なるさん、うねさん、台風の後のテントにはまだ誰か住んでる？住んでる人いますよ。空港の向こう側の方にはまだテント出る人いましたね。
私の知り合いの人はやっぱテントでずっと過ごしてたんですけど、なんか政府からお金が出て違う場所に引っ越しましたね。そこに家を建てる予定だったんですけど、自分の土地に家を建てる予定だったんだけど、なんかそこを、その下がなんか日本の昔の遺跡だったらしくて、いじっちゃいけないってことになって、結局引っ越しをせざるを得なくなっちゃって、遺跡って言ってもコンクリートがコンクリートのような土台しか残ってないんだけど、それなんだけどいじっちゃいけない。なんか戦争時代のここは重要な場所だったとか言って、ここには家を建てらんなくて違う場所に移り住みましたけどね。補助金が出て結構な家を建てる予定で、もう図面まで出来上がってたのにダメになっちゃったって言って引っ越ししましたね。一時期テントばっかりでしたもんね。こっちの空港の近くあたりは。なんかここで事故があったみたい。警察と救急車が来てたんで、どこだんだんのとこだ。今日はこっちに用事があったんで来たんですけど、この辺はね、観光客がいるところではないので、ローカルしかいないところなんでね、まだあれなんですけど、とにかく暑い。今もめちゃくちゃ暑いんですよね。台風とかはやめてほしいんだけど、本当だ、うねさんの言うように夏の雲になってる。うねさん、台風直後の予約キャンセルされて入国禁止だった。台風の直後予約キャンセルされたの？電気なかったからね。なんかね、3ヶ月、1回目の台風の時は6ヶ月で電気なかったですね。電気ないと水もなくてほんとつらかったね、あれね。それなのにお店にはろうそくだけで来てくれたりしてた人たちはいましたけどね、日本からキャンセルされちゃったんだ。昔々の台風の時はそんなでしたね。その後の台風の時は1ヶ月ぐらいかな。いや、もうちょっとかな、3ヶ月弱電気なかったですね。ほんとね、電気ないとね、どうにもならない。皆さん、12月に行けた。テントだらけで空港は半壊してた。あの時だったのね。ひどかったもんね。半壊っていうか、もうなんか全壊状態の時だもんね。今
てつもなく、うちはねちょっと風が強くなるだけで吹きっさらしになるんで結構怖いんですよね。台風は嫌だ嫌だ。本当に困る。これね、ここです。この通りの坂が深夜さん好きなんでね、上から降りてきたとこがね、海だって見えるところが好きなんだよね。お姉さん、タラップがぐにゃぐにゃだった。うん、ありえる。ありえるありえる。私ね、その2回目の、だからでっかい台風の後飛んだんですよね。で、まあすぐ帰ってきたんですけど、ほんとね、まあ、両方、どっちの台風も、後がユツでしょ。その前がソーデリアだったかな。ソーデロアだったかな。ほんとね、ひどかったね。あんな台風が来るとはって感じだった。ほんとね、昔、その前、その前のに、ちょうど、ちょうどじゃないわ、15年ぐらい前にも結構強い風の時があったの。その時はうちの4枚ガラスの窓がアルミサッシごとバーンってアルミサッシがぐにゃってなっちゃって、ガラス4枚があのリビングに吹っ飛んできましたね。これね、6メーターぐらい吹っ飛んだ。トヨタのショーウィンドウガラスバリバリ。そうだったんだ、知らなかった。もうそんな人んとこ見に行く。よくスピード違反捕まり取り締まりしてた。あの坂ね、登る方でやってるんだよね、あれね。確か。違うっけ。降りる方か。降りる方だ。降りる方でやってるんだ。そうそう、そうだ。空港から降りる方で。やってましたね。スピード違反やってるのを最近見るたんびに、こんなとこでこんなことしてんじゃないよって思うよね。もうね、こんなとこで、うじゃうじゃ溜まってる暇があったら泥棒捕まえに行けとか思っちゃうんだけどね。海岸沿いもスピードやってたよ。海岸沿いもどっかやってるとこあるんだね。どっかやってんだ。昔、あれどこでやってたっけな。この辺どっかでやってたな。検問あったな、確か。そういえばお姉さんよく知ってるね。太郎さん、どの時だったか台風直後に行ったことがありました。ホテルのお部屋からベッドが落ちたと聞きました。いやーね、2つ大きいのがあったんですけど、その時は、この辺ですやってたの。この辺でやってたの、イルカのところ。もうね、台風の時はね、ベッドが本当部屋から出ちゃっても不思議じゃない。
本当にすごい台風だったから、うちはね、洪水。うちはテラスが、テラスが全部木とか葉っぱで塞がれちゃって、それで水が家の中に入ってきちゃって、で、上の部屋から下の階段まで滝のように流れられちゃって、ほんとね、聞いた後も1週間ぐらいね、もう放心状態になっちゃって、で、お友達がお掃除しに助けに来てくれましたけどね、放心状態になっちゃって、もうなんか違うものが生えてきそうな状態になっちゃって、冷蔵庫とかやられちゃったし、この滝のような水で。で、床にこう置いてあったような電気製品はみんなやられちゃいましたね、あの時に。家の中にいるのに沈没しました。あれはひどかった、本当に。窓に囲まれてるからどこに逃げていいかわからない。ほんと怖かった。どこの窓が吹っ飛んでくるかわかんないし。その時はね、何が飛んでてもおかしくないね。日本人でも1人40メートルぐらい飛んだとか言ってる人がいましたけどね。今日本に帰られちゃった方だけど。フレームツリーがあんまり咲いてないですね。こうやって映像を見ると。まだこれから、いや5月だからもう咲いててもいいはずなんだよね。もう5月ですもんね。5月2日も早っ。何もことが動かないうちに5月ですね。この辺道みんな直してるんですよね。この車すっごいうるさいんですよ。めちゃくちゃうるさくて、うちの目の前を道路を直してた時もこの変な車がいて、もう一日中っていうか、もう何ヶ月も頭が狂うぐらいうるさくて、しんどい思いしましたね。もうちょっと油させよって感じ。ものすごいうるさい。この間はやってなかったよね、当時。うーんと太郎さん、お話の途中失礼します。前日の電気代の件です。エアコンは除湿よりもクーラーの方が電気代が安いと聞きました。本当？クーラーの方が安いの？
知らんけどクーラーの方が安いの？私除湿の方が安いと思ってたのに、この辺本当に知りたいわ。だってもう本当1日ね、昨日も7ドルいくら、めちゃくちゃ高いぞ。そんなの。なるさんバグ？ねさん治った。お水飲むとダメみたい。お水飲むとギュッてくるでもお水飲まないと喉ガラガラになっちゃうし、もうガラガラなんだけど、なおさら声が出なくなっちゃうから。なるさんもバグりました？あれかな、コメントがなんか入らなかったかな。私何にも設定してないから YouTube のなんかだと思うんですよね。なんとかワードとか何にも入れてないから、もう初めにオープンした時、オープン開けた時から何にもいじってないから、設定は。除湿は再熱、再熱除湿だと冷房より電気代はかかります。本当？じゃあ冷房のがいいの？冷房にしよう。冷房にしてみようかな。じゃあ本当？ドライよりじゃあオートのがいいってこと？オート、クール、ドライ、ファン、ヒートってあるけど、オートがいいってことかな。オートにしてみよう。本当よ。アサヒスーパードライ。ちょっと待って。クーラーにオートにしたらえらいことになってる。すごい風だぞ。待て。クール。クールにしたのにすごい風だぞ。これさっきより全然エアコン代かかる。アサヒスーパードライとか書いてあるそうすっごい風が出てきましたけど、これじゃめちゃくちゃエアコン代かかりそうだよ。ファンを小さくする。ファンを小さくする。よし、ファンが電気代かからないよ。送風だから。小太郎さん、クールかも。クールにいましたね。クールにしてファンスピードを1にしました。ものすごい風が出てきたから、オートとクールにしたらすごい風がザーって出てきたから、今クールにして、消えた？嘘でしょ？どういうこと？びっくりした。消えたかと思った。画面が今消えたから。わしはクールです。そうなんだ。今日クールにしてみます。今の時間からクールにしたんじゃん。電気代わかんないけど、明日一日クールにしてみたら電気代がどっちが高いか結果が出ますね。明日一日クールで過ごしてみたら、一日一日電気代が出るんで、ついこの間まではクーラーなんか使ってなかったんで、3月ぐらいまでは、3月半ばぐらいまではね、3月半ばじゃないな、4月初めぐらいまではエアコンなんかつけてなかったから
足はクールですって。クール、そのクール、そっちのクール。オフが、そうオフにしてたんだけど、オフにしてエアコン使わないでいると1日$4ぐらいなのね、電気料金。なんだけど、もうそんなの言ってられない。私窓を開けられないから、あの怖くて窓開けられないんで、全部閉めて、なおかつトラップもつけてる状態で寝てるんで。前はね、昔は窓開けて寝てたりしてたんだけど、もう無理でエアコンをつけ始めたら、もうほんと暑いのよ。最近雨全然降らないから、もうエアコンつけないとこれ熱中症になる感じだから。ただ電気代バシッと上がってきて、うちわをお土産に持っていくよねさ。うちは大丈夫、うちわはね、多分ね、いっぱいある。扇風機もついてるんだけど、扇風機とだからクーラーで、これ熱中症に逆になっちゃうから、これ怖いじゃない、熱中症って。一時期昔でエアコンを使ってない、本当に全然使わない時期があって、台風の後の時期ぐらいかな、良い台風の後の時期ぐらい、エアコンを使わない時期があって、あの時ね、具合悪いのね、熱中症だったんだと思うんだよね。嘔吐でなく、小太郎さん、嘔吐でなく、クールの湿度を高め、ファンは中から上が良いかもしれない。中から上が良いかもしれない。良いかもです。どういうこと？オートではなくクールにしました。はい、クールにしました。温度を高め、ファンは中から上。温度は26度ですね、今。ファンは1ですね。ケンヤさん、僕もクール世代です。それ違うクールスだよね、多分。違うクールスってやつだよね、きっとね。ファンを高める、僕温度はね、これ以上上げるとね、意味がない。26度ぐらい、25度だと寒くなっちゃうし、26度にしてるのね。で、太郎さん、私もクールス世代です。クールス世代。クールス世代なの。うねさん、とりあえずコンセントにピンセットを突っ込んで、なんでピンセットを突っ込むの？感電するやん。無理。ちょっとお水飲もう。覗いて。これクールにして、1にしたら暑い気がする。暑い気がする。暑いぞこれ。ちょいい。暑いわ。あ、なるほど。そういうことか。暑い。
感電知ってるのって知ってるでしょ感電。普通に感電するでしょピンセット突っ込んだら。もうねさ、そんなにバカだと思ってる？それあんまり間違ってはいないんだけどさ、そこまでバカじゃない。3点ぐらい知ってる。ちょっとコーヒー飲む。うすちょっとお水をとお水とコーヒーを太郎さん、紫のハイウェイ。なんだそれ、紫のハイウェイは。裏の通りのこと言ってんのかな。なるさん、うふふ。うねさんの真似が始まった。なるさん酔っ払い始めたかな。もしかしたら酔いが回ってき始めたかしら、なるさん。暑い。なるさんまだまだ紫のハイウェイがわからない。なんだ紫のハイウェイは。このね入り口のとこのクラウンホテルのこの入り口が好きですよね。一枚の絵を切り取ったような感じで設計されてるところがすごいいい感じ。太郎さんはどこのホテル派なんだっけ？グランドじゃなくてダイヤモンドか。ダイヤモンドホテル派か。ススペがやっぱ好きな人とガラパンが好きな人と結構いるんですね。今日ゴールデンウィークで、今日は飛行機飛んでないからこういう状態なんだと思いたい。太郎さん、深夜さんは分かります。分かりす。分かりすよね。分かりますよねってことかな。深夜さんはススペもう行くもんね。ススペも朝日に皆さん、朝日にアメ横マーメイド、朝日にアメ横マーメイド、そこの角にダイナスティの看板、楽しかったなってなるほど。今ね、朝日じゃなくてなんか紫、まあ朝日だったけど昔はで紫になって、海坊主とか書いてあったの、そういえば。太郎さん、はい、ダイヤモンドホテル、グランドホテルです。あっちが好きなんだね。正派なんですね。なんかススペって遠いっていうイメージで、まあ自分のね場所がずっとガラパンだったからだと思うんですけどね。夜明けせやさん、夜明け前の紫のハイウェイどこ？夜明け前の紫のハイウェイ。なんか
太郎さんとかぶってるの、紫の春で。あ、深夜さんは分かりますよねで分かってるわけだ。日本人なるほど。住んでる。何を分かり合ってるんだ。この二人は何を分かり合ってる。紫のハイウェイどこにある。わからんてん。やっぱお水飲むとギュッてくるな、ギュッ。お水飲むとギュッてまだくるな。プシペは100番南十字星あったね。100番あれないよ、もう南十字星もないと思う。100番は目立つとこに看板あったもんね。なかったもん。太郎さん、クールスの話です。クールスの話なんだね。クールスの話か。及ばなかったな。分かんなかったな。クールスか。漢字、そうそう、漢字。岩城浩一さんと知り合いのに、岩城さんはクールスじゃないらしいですよ。クールスだと思ってる人の方が多いけどクールスじゃない。太郎さん、あと恵比寿屋。まあほんと懐かしいところばっかり、みんなの方が知ってるよね、本当に。そうそう、岩城のお父さんはクールスじゃないって言ってましたよ。クールスって確か舘ひろしさんとかだよね。やったっけだね。クールスじゃないっていう風に本人は言ってましたよ。誰かが言ってたよな。わかんない。クールスなのかもしれない。また違う情報を流してしまうとおかしなことになって。クールね、この間のココナッツ店も間違いだったからね。ココナッツ店もちゃんとやってたからね。変なこと言っちゃうとまた違う情報になっちゃうかもしれないから。みんなの方が本当に知ってるな、いろんなこと。シリアの時のメンバー。ああ、なるほどね。ああ、なるほどね。お父さんバイク好きだからね。岩城さんの家にほんとバイクだらけだもの、倉庫に。はい、ここにいろんな芸能人の人が来てなんかバイク直したりしてたりしてた。クールスの親衛隊、あ、そうなんだ。へえ、知らなかったんです。この辺の時代よくわかんないですね。クールスの親衛、そうなんだ。それが正解なのかもしれないね、もしかしたらね。そしたらクールスじゃないってことになるもんね。タチさんは歌の世界へ、岩城さんは役者の世界へ。へえ。太郎さん、キャロルです。誰が歌、キャロルって聞いたことあるね。なんだっけ。
ハロル聞いたことある。聞いたことあるけどわからない。中身がわからない。なるほど。舘さんも今は役者さんだけどね。岩城さんとはサイパンからグアムまでヘイタクシー深夜さん、ヘイタクシー何それ、ヘイタクシーいきなり出てきた。ドラマかな、ドラマかなんかかな。サイパンからグアムまでジェットスキーで行ったんですよ。その撮影の前からだけかなんかがあったんだよな。うちの店に来るようになってそれからですね。それからなんか知り合いになりましたね。なるさん、本当に何綺麗って綺麗ねえ、海は本当に綺麗よ。誰もいないもの。仕切りよ、貸し切り。うわ、寒いわ。寒いわ、寒いわ。お、やっぱね、ファンを強めにすると寒くなっちゃう。クールにしたら寒いですね。ファンを落とす。あ、違う違う。違う。1とかにしとかないとダメだな。深夜さん、ウルトラクイズの時サイパン在中でした。ウルトラクイズ知らん。いないと思う。知らないですね。全然知らないからいないでしょう、きっと。いない時です。全くウルトラクイズを見た覚えがサイパンではないです。何年ぐらいにやってたのかな。1990年代だろうな、多分。あ、ハート飛んでる。ハート飛んでる。ありがとうございます。ハート飛んでる。ほら、ツーリスト。この人はツーリストっぽい。ハート飛んでる。ありがとうございます。あと誰が覚えたんだこれ。今までハートなんか昨日ぐらいからハートある。この前にもあったな、ハートありがとうございます。こプールここにあったんですね。私プールどこにあったんだっけなと思って、ここにあったんだと思って。なんかもっと昔はプランホテル、第一ホテルの時とかプールが目立ってた印象があったんですけど、
はい、ハートは私。あ、小太郎さん、ありがとうございます。姉さん、あ、いいね、わかりましたよ。2回押しときました。2回じゃダメでしょ。どうせなら3回にしてね。このね、1枚の絵を切り取ったような映像のとこが入り口が好き。ブラウンホテルの。綺麗だよね。プール2つあったのね。お姉さん気づかなかった。なんか忘れていたっていう感じ。なんか真ん中がだだっ広くなったから、クラウンホテル。だからそのせいでプールの存在感がなんかなかった。皆さん、ツーリストって珍獣みたいに見つけると大変ですね。本当だよね。今の時代、本当珍獣だよね。皆さん、あ、子供用で3つで。子供用なんてあんの？ 2 つしかプールなかったよ。今日見たもん。もう1個あんのかな？もう1個あんのかもしれない。わかんない。見なかった。見えなかった。じゃあ2つしか見えてない。2つしか見なかった。ここね、しゅうちゃんを探せでちょっと駐車場見てみたんだけど、タクシーがよく止まってるとこがこの奥にあったんだけど、誰も止まってないなと思って。4つあったんだ、プール。あった。今日は2つしか見つけられなかったです。うねさん、あるって漆黒臭い浅いプール。そうなんだ。怒っちゃった。気づかなかった。戻してしまった。ちょっとお待ちください。戻しちゃった。危ない。2つしか今日気づかなかった。この辺のお店も借りる人っていうか、ここは自分のところで多分お店をお土産屋さんやってたと思うから、またお客さん来たら開けるだけなんだろうな、きっと。お客さんが動き出したら。竜宮だっけ？竜宮だっけな、何だったっけな、忘れちゃった。ここね、紫だか村一番だか、海坊主とかなんか書いてあったんだけどな、看板に。珍獣笑いしていきますねって小太郎さんね、珍獣としてそうですよね。サイパンベストは朝日マッサージのオーナーよ。サイパンベストは朝日マッサージのオーナーよ。どういうことかな。朝日マッサージのオーナー、わからん。いや、明日じゃあ珍獣が見れるかもしれないですね、ここでね。なんだっけ、ベスト・オブ・マリアナじゃなくてテイスト・オブ・マリアナか。偏順になっちゃってるよね、本当にね。さっきの店、村一番の左、朝日マッサージがあったところか。確か、多分そうであろう。
明日、あれ明日、明後日だけなのかな。1日だけっていうことないもんね。明日、明後日2日間やるのかな多分。2日間か3日間やるのかな、テイストオブマリアナ。だね、お腹が痛くなければって感じ。お腹痛いわ本当に。ちょっとお水飲むとお腹が痛いから、お腹痛いの思い出しちゃうっていうか、お腹がギュッてくるのね。マーメイドの下の店が朝日マッサージのオーナーのお店。ああ、そうなんだ。竜宮だよね確か。名前は今なんてなっちゃってるかわかんないけど。朝日マッサージに行ったの？いや違うよね。サイパンベストって店なんだ。あ、そういうことなんだ。サイパンベストが朝日マッサージのオーナーのお店って、そのサイパンベストって名前なんだ、お店の名前が。なるほど、納得。ベストって名前なのね。知らなかった。昔あそこ竜宮って名前だったんですよね。もうずっと竜宮だと思ってた。サイパンベストっていう店の名前になってるんだ。なるほど。この辺はね、多分きっとまた開けようと思ったら、純子ママだったっけ。純子ママ今年49歳。そんな若いの？なんか聞いてたのと全然違う。ちょっと大きな人じゃないのかな。昔はアメ横だよね、だよね、深夜さんね。ちょっと大きい人だよね、横に。違うっけ？違うかな。思ってる人と違うかもしれない。アメ横だよね。そうそう。昔ね、時代時代で儲けてるよね。すごいわ。時代時代でさまざまなその時に乗ってるもんね。ちょっとこのコピー屋っていうのがあれだけど、なんだけど、昔はねいっぱいあったもんね、コピー屋さんね。今じゃ影を染めちゃってるけど、コピー屋さんだらけだった時もあったもんね。みんなどこ行っちゃったんだかな。海坊主の下にあったコピー屋さんのママは1年くらいに、前にあったから見かけたから、電話局で。多分サイパンにまだいると思うんだよね。サイパンが復活し始めたらまた復活し始めると思うんだけど、飲んでる人はまだまだいると思うんだけどね。今中国の人でも賢く儲けてる人はまだ賢く儲けてるから。 F1
階？皆さん、1階？何1階？どこ1階？連想クイズちょっとまだ全然読めません。不安？なんでしょう。なんだろう。通じない。ダメだ。何も思い浮かばない。なるさん F1 いや読めるって、カタカナにしなくても読めるって。F1 読めます。今日あっちハファ大なんだっけ、グランビリオの方はの中は入んなかったんだけど、皆さん次回ミラージュの足裏マッサージ動画ミラージュだって1人しかいないんだよ、スタッフ。どこもみんな1人しかいないの、スタッフの人が。海坊主の下の、あ、そうなの？海坊主の下のコピー屋さんの名前が F1 だったんだ。知らなかった全然知らなかった。名前を知らないという。あ、そうなんだ。あそこのコピー屋さんの名前が F1 っていうんだ。よく知ってるな。あそこ看板出てたかな。なんか覚えがない。看板が出てた覚えが全くなくて。これ F1 って言うんですね。なるほど。あそこのママは1年ぐらい前に電話屋さんであったんだね。だからまだいるんだなと思ってて、向こうも思ったかもしれないんだけど、向こう気づいたかわかんないけどね、話はしなかった。そうなんかちょっと前に、だからまだ結婚はしてないけど彼氏といるって言ってたから、これはどれだ。マンジャンハト、マンジャンハトです。これはこれはキャピタルヒルの上、うちからです。の窓から見た景色です。どの画面のこと言ってんのか。コメントが動画とずれる時があるからな。私の動画の画面の時とみんなが見てる時ちょっとずれがあるんだよね。これもアニャガトウ。ナイスビュー。天気がいい時とかは綺麗に、午前中は綺麗に見えますよね。午後になっちゃうと光が逆だから海が白っぽく見えちゃうけど、午前中だと青く見える。
これ画像処理とかしてないんですよ。画像に光を入れたりなんとかっていうことは全然してないんで、その日その日の天気次第。最近は携帯のカメラがいいから結構普通に撮れる。昔はこんな風に撮れなかった。ひどいもんでしたね。これがもう夕方になるぞ、力の眺め。20倍速、20倍速、25倍速ぐらいにしてる。ギュッときたよ。ちょっと待ってね。そういう時は重ねてお水を飲む。ハートありがとうございます。ありがとうございます。これを撮るときはもう携帯置きっぱなしにして撮ってますね。今日はなんだっけ、カメラをこうやってって携帯を車のとこにポコってやるやつ、ついに壊れましたね。ついに首がポコってもげちゃったんで、なんか探さないと。次の動画がまた窓の中からになっちゃう。車の中からの窓越し動画になっちゃうから、またダメ危ない。窓越し動画だとまたね、白い影になっちゃうから、どうしようと思ってる。すぐ壊すんだからすぐ壊さない。あれね、風の圧力で多分風圧でダメにゃにゃ登場ですね、今ね。さっきまで向こうの方に行ってたんだけど、今登場してきましたね。風圧でこう首がくにゅくに動いてたのは知ってたんだけど、でたまにカクンって横に向いちゃったりしてたんだけど、さすがに今日は耐えられなかったみたいで、グンって落っこっちゃったの。あれよかった。外に落っこっちゃったら大変なことになってた。皆さん、まぶたが重たくなってきましたのでお先に失礼します。おやすみなさい。あれ、今日は早いですね、寝る。早くもないんだ。ありがとうございます。皆さんいつも。今日はでも寝落ちじゃない、寝落ち寸前のところでおやすみなさいを言ってくれたんですね。ありがとうございます。明日いい動画じゃないけどアップできるように出ますんで、またお待ちしております。太郎さん、海外のお水は香水なので日本人の体質には軟水が良いらしいです。
そうらしい。うちね、店でずっとエビアン使ってたんですよ。あれ香水だからあまり良くなかったんだよね、きっと昔ね。今日お腹痛いのはトマトパスタなんです。トマトの冷水パスタ。お腹急に冷たい冷水パスタ冷製パスタを食べたからお腹が痛くなっちゃったんですよ。そっからトマトパスタの冷たいののせいなんですよ。あまりにも暑くて、もうあったかいもの食べるの嫌で冷製パスタ作ったんですけど、冷たくしすぎたのと一気に飲んでしまった、そのスープを。たらお腹が冷えすぎちゃってお腹が痛くなっちゃったんですよね。エビが半生だったのかなっていうのもあるんですけど、よく焼いたつもりなんだけど、お腹が痛いんです。ギュッとなんかね、時期があってギュッギュッてそれがちょっとね、配信当初はねめちゃくちゃ痛かったんですけど、今ちょっと治ってきて、お腹が乾いてくると、多分腸の中が乾いてくると痛みが収まって、お水を入れるとまたお腹が痛くなってる状態だと思うんですよ、きっと。うねさん、何かメッセージ削除した？なるさん、ギュッ。で、うねさん、ギュッギュッて本当になるんですよ、ギュッて。本当にね、腸がね、ギュッてしてる。痛た感じになって、水を入れると、だからまた痛くなるから、水を入れなければ乾いてドライになると痛みが収まるんだと思うんですね。なんか黄色いの飛んでる。冷製パスタちょっと失敗したわ。ごじっちゃった。そう、ごじっちゃった。なるさんは何だったの？キッキってなんだった？なるさんの木は何だったの？なんか黄色いの飛んでる。ハートも飛んでる。ごじっちゃったのね。いきなりメッセージが削除されましたって、撤回されましたって出たから何かと思っちゃった。シーや右の円マークって何？右の円マーク右の円マークないよ、私。チャット、これか。ドル。私の画面はドルマークだけどスーパーチャットですね。で、このプラスってなんだろう。わかんないや。このハート、これ何なんだろう、ハート。私が押すとの何になるの？ハート。ハート出るんだ。なるほど。初めて押してみました。怖い怖い。切れちゃったら困っちゃうからね、いろんなとこ触ってね。このプラスってなんだろう。
プラスマークはなんだかわかんないな。押しても平気なやつどれ？円マーク、私にお金が来るだけあのスーパーチャットって言って自分でいくらとか300円とか100円とか書き込むとそれが私に送られるやつです。うねさん知らないの？いろんなこと知ってるのに。それといいねボタンは名前の下です。ケンヤさん寝ちゃったかな。ケンヤさんいいねボタンを押してからお休みくださいませ。あ、ギュッてきた。また来たよ。ハートは私、ありがとうございます。痛い痛い痛い。ギュッてきた。課金みたいなやつ、そうそうそう。課金？頑張ってねみたいなスーパーチャット。スーパーチャットって言うんだよね、確か。多分そう。これなんだ？ちょっと待ってね。少々お待ちください。ちょっと待ってね。マイク。マイク押すの忘れてた。すいません。マイク押さないで喋ってた。マイクをすぐ忘れちゃいます。すいません。
金みたいなやつ、なるほど、銀行引き落とし。いや私はカードを登録したりしてますね。カードを登録してて、で自分でこう300円とか入れると、300円じゃないけどハンドルとか入れるとそれがいたりするって感じかな。あとはどういう設定をしたかを忘れちゃったな。その配信の時に、あ、小太郎さん、いや、嘘、ありがとうございます。初スーパーチャットじゃない、私やり始めてから、このライブで。ありがとうございます。200円。これですね、スーパーチャット。ライブ配信での最初のスーパーをお祝いしましょう。ありがとうございます。ライブ配信で初いただきました、小太郎さん。これありがとうございます。200円。俺買えるの？俺買えるの？200円俺買えるの？どういう意味だ？ありがとうございます、小太郎さん。記念すべき初チャットです。初スーパーチャットです。5月2日。スクショ撮っとこうかな。記念だから。で、記念ですね。ありがとうございます、小太郎さん。ライブで初です。俺買えるのって、俺200円、俺はもらえないよ。これうねさんおめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。とても記念するべきですありがとうございます。かわいい、そのね、猫のスタンプ付き。小太郎さん、ありがとうございます。18歳以上しかできないみたいです。ごめんなさい。うねさん、18歳以下になっちゃったのそう、多分18歳以上ですね、これはね、きっと。いや、違うかな、わかんないな。でも記念すべきです。太郎さん、ライブでは本当初です。嬉しいです。ちょっと遠いね、これね。離れてました。すいません。今出入りをしちゃったんでね。やってる回もあります。お母さんに怒られちゃうお母さん怒られちゃうね、お姉さんね。こっちが今映ってるところはだから小太郎さんが好きな方面だよね。太郎手がありがとうございます。もうね、ライブやっててよかったなって思える瞬間ですね。動画の配信でそういうのがついた時も本当嬉しかった。初め何かなと思ったんですけど、初めはなんだか分かんなかったんですよね。
やばいもんもらっちゃったみたいな感じだったんですけど、ライブでは初だったんで嬉しいです。また頑張って明日なんか映像を撮ってこなくちゃ。今日ガソリン入れたしね。明日はあれか、なんとかフェスティバルじゃないか、なんだっけ、テイストオブマリアナか。行けたら、お腹が痛いのが治れば行ってきたいと思いますね。思ったらぜひ行ってみて、なんか撮れればなと思いますけど。なるさん、初おめでとうございます。ありがとうございます。なんか取れればね。お腹がこのギューっていうのが困るよね。意外とこの間フェスティバルに行った時もトイレ見たんですけど綺麗だった。ちょっとね、あれはびっくりした。意外と綺麗にしてるんだなっていうのが。多分係員さんがいて、何回かに1回は、何分かに1回は綺麗にしてるんじゃないかなと思いましたね。簡易トイレあれ綺麗だったからちょっと意外だった。昔のイメージだともう簡易トイレなんか汚くてどうにもなんない状態だったのに、今回は綺麗になってたから、あ、綺麗なんだと思って、まあ座る気はねしないけど入る気はちょっとしなかったんですけど、意外と綺麗でちょっとびっくりした。昔はああいうとこなんか管理全然されてなかったから意外な一面を見ましたね。ちょっと進化してるじゃんって感じがありました。ドル円はどうなったんだ。144円、さっき143円とか5円とかフラフラしてたけど、146円つけてぶち抜けていけば上だろうけど、ここで U ターンしてくるならまた下を目指しそうだよね。ゴールデンウィークね、下を目指してくれればね、明日から来るような人でもちょっと円高感があっていろんなことできるんじゃないかと思うんだけど、大して変わんないんだけどさ、1万円2万円の金額だと、でもそれでも大きいからね。いくらか変わればやっぱね、円高じゃないとみんな大体が旅行に出ていこうとしないでしょ。旅行に、海外旅行行かないよね普通にね。海外旅行経費で落とせるでしょ。全然経費でしょそんなものは。行きますなるさん、行きますよね。海外旅行はみんな経費に入れるでしょ。何で入れんだあれ。日本のだと分かんないけど、タイパンは経費ないからね。
サイパンの税制は税金売上に対していくらだから、経費一切認めてくれないからね。うねさん、右の円マーク経費で落とせますかっていうこと。やっとその旅行は経費ですよ。やっぱそうなんだ。やっぱりそうなんだ。だからそのカードとかによるんじゃないかな。コーポレートカードなら経費になるしっていうことですよね、小太郎さん。コーポレートカードを登録してあれば経費だし、その自分のカードの中でも何をやると経費になるんだっけ、忘れちゃったな。もう昔日本にも会社を作ってて、そういうのいろいろ勉強したんですけど忘れちゃったな。マネーロンにならないように日本とサイパンとグアムとってやってたんですけどね、忘れちゃったもん、日本のやり方を。サイパンはね一切経費がないんですよ。売上に対して税金だから経費は認められないんですよね。いくら人件費がかかろうと仕入れがかかろうと一切ダメなんですよ。うねさん YouTube って出たら経費落ちなそう。わかんないですね。どうなんだろう。なんか誰だっけ、あの人、有名な投資家のテレビ出る人がなんていう人だった、その人がチャンネルに、人のチャンネルに投資家の同じような人のチャンネルに5万円とかスパチャするんですって。それは経費ですとかっていう話をしてましたね。なんかね、なんとか代はなんとか代は経費で落ちないんですけど、それは経費ですとかって言ってましたね。なんだっけな、テレビで言ってたんですよね。すごい有名な YouTuber の投資家さんで、テレビにも出るようになった。うわ危ない、ダメ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 じゃない、ダメ見て、ご飯入ってるでしょ。業種によりけり業種によるよね。本当だよね、業種によると思います。確かにそれを言えてる。ニャニャ怪獣が近づいてきましたね、今ね。本当にこんなに観光客いなくて、政府側はもう全然観光客が温度差激しいよね。ダメ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 そうダメダメダメだ、猫がねパソコンに飛び乗りそうだからね、ほんとちょっと危ない。なんだっけ、今何話そうとしてたんだっけ。そうそう、政府側の温度とこう私たち一般人の温度と全く違うから、政府側はねやっぱなんといってもアンダーオブアメリカだからね、安心して給料も出るだろうけど、民間はねそうはいかないからね。ミリタリーの仕事がどんどん来るならまだしも
まだそんなに入ってきてるわけじゃないから、ミリタリーで潤うのはまだ一部のところだからね。カジノもね、深夜さんが言ってたような感じだったらまた見えないところだしね。本当に本当にやってくれるんならいいけど、本当にこれで動いてくれるんなら、昨日ね決まったって言ってたわけだから、これでライセンスでも何でも発行してさっさと動くんならいいけど、こうやってね、デューティーフリーもこんなシャッター閉まっちゃってる状態で、今日からクローズ、本気のクローズ。ねえ、どうなんだろうなって思いますよね。全く本当温度差が違うから、民間の人はもう必死で生き残るっていう状態にいると思うんですよ。クラウンホテルの周りの人はまだメリタリーの人がね泊まったりなんだりしてるから出てくると思うんですけど、離れちゃってるとこはそうもいかないからね。どうなのかなって。この角のケーキ屋さん、ケンジントンのつながりだったらしいから、結構お客さん入ってるんですよね、ローカルの人が。2階もコーヒーが飲めて、下のパン1階で買ったパンが食べれるっていう状態にあるみたいで、隣もコーヒーショップなんだけど、こっちもローカルの人が多いみたいですね。あれ、ハンバーガー屋さんやってる？やってるかな？わかんないな、映像じゃ。ママストアは元気だし、この辺はもう何もないし、ここにバーがある、角に。ダメ何してんの？にゃにゃダメ、おいでじゃないや、降りて。危なくてしょうがない。危ない、なんか猫が、なるさん、猫ちゃん、そうです、猫ちゃん。猫がね、なんかご飯も入ってるんですけどね、しびれを切らしてるみたいで、ゴジラのテーマがかかるようにこう来るんですよ。やらかすから、何かをやらかすんですよ、うちの猫は。そこに飛び乗ったり、普段ね配信してない時はもうバンバン飛び乗ったり、パソコンの上を邪魔するんですよ何かやってると。猫ってこういうもんなのかなと思いながら2年が来ましたね、うちに来てから。この子が来なかったら私まだ死んでたと思うんで、この子が来たからご飯もあげなきゃいけないし、お水もあげなきゃいけない、それこそトイレも掃除してあげなきゃいけないから、それでなんとか立ち上がらなきゃいけない状態になって立ち上がってるんですけどね。観光客、韓国人の人
か見ないですね。韓国人だか中国人の人だか、この人たちは韓国人だと思うんですけど、本当に見ない。という感じで、もう2時になった。長々と皆さんお付き合いありがとうございます。今日も、もしよかったら、もしかして寝たみんな、もしかして寝たかな。今日もありがとうございました。なんか明日いいじゃないけど、またね動画を配信できたらと思っています。でさっき深夜さんが言ってたライブ、お腹痛くなければライブ映像で何あそこフェイストオブマリアナ配信したいと思うんだけど、配信してもまた前みたいに、前ライブ配信した時みたいにモザイク状態になっちゃったらね、シャレになんないんで、ちょっとどうかなと思ってはいるんですけど、ということでまた明日です。ありがとうございました。で、皆様おやすみなさい。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いいたします。なるさん、うねさん、太郎さん、今日は本当初スパチャ、年の初スパチャありがとうございます。深夜さん、ノバルさんでどっかいたよね。ノバルさん、ありがとうございます。おやすみなさいです。みんな寝落ちしてるような気がします。なんか寝落ちしてません？それではまた明日です。みんな寝落ちしてるから、きっと。おやすみなさい。失礼します。なるほど、おやすみなさい。